マトンカレーの動画の中で、私が昨年フランスでスリに会って一文なしになってどうやってフランスから出られたのかご質問がありましたので、後ほどそれについて今日はお話ししたいと思います。コスタリカの友達との出会いや、どうやって食事をとったか、スリの手口の見事さなどあるのですが、今回は省略してどうやって日本へ行けたかだけお話しします。お楽しみに。今日はクッキングノートの68ページ、イワシの生姜煮を作っていきたいと思います。これは前に作りましたイワシのトマト煮の続きでもうすぐに今作ってるんですけど、動画では日にちが空くと思いますね。これを使っていきます。本当は小さなイワシを使うんですけども、写真ではそうなってますけど、パラグアイで手に入ったものということで、この大きな片口イワシを使いたいと思います。生姜を千切りにします。はい、調味料すべてフライパンに入れました。レシピに書いてある倍の量を入れました。魚が大きいので倍にしました。960g 魚の重さありますからね。レシピにはこの半分の量で書いておきましょう。煮立ってきたら魚を入れます。いや、大きかったですね。落とし蓋をします。これ15分ぐらい煮ますけども、途中で時々調味料を上にかけてあげます。昨年5月、パラグアイから日本へ行くトランジットのパリで、なんと2日連続2回もスリに会いました。1日目、パスポートと現金を失いましたが、クレジットカードだけは無事でした。それでホテルに泊まることができました。ネットで友達たちに相談したら、仮パスポートの申請には日本の戸籍謄本が必要なことが分かり、夜中にネットで調べた日本の行政書士に電話、至急市役所へ行って戸籍謄本を取って写メを送ってもらいました。友達たちはみんな自分が取りに行ってくれるとか申し出てくれましたが、委任状がなければ一般人は人の戸籍を申請することが難しく、料金はかかってもプロに頼むことにしたのです。でも気持ちは嬉しいですよね。それをもって翌日日本大使館へ仮パスポートの発行依頼に行きました。歩いて行こうと思いましたが、道に迷ったのでタクシーに乗りました。ところが降りるときにタクシーのカード支払い機が故障、スリにあって現金ないことを知ると、なんと料金はいらないよと言ってくれました。人の親切が心に染みます。何とかしたいと思い、ズボンのポケットの硬貨を集めてみると、ちょうどその料金を超えるくらいの額だったので、全部渡してきました。結局この日は警察への被害届、航空券の取り直しで再び空港に戻ったりして申請がギリギリとなり、仮パスポートの発行は翌日となってしまいました。しかも空港へ行くメトロで再びスリに遭い、持っていた最後の日本円の現金や保険証、メガネまで盗まれてしまいました。ここまでやられると体は疲れていましたが、心はなんだか爽快な気持ちになりました。その夜撮った夜景写真がマトンカレーの動画でご紹介したものです。そして大使館の近くのホテルにチェックイン。レセプショニストがスペイン語圏の女性だったので、話が少し通じてホッとしました。翌朝一番に大使館で仮パスポートを受け取って無事にパリを出発することができたというわけです。本当はもっといろんなことがあって話し出すと終わらないので、とりあえずこんなところで。
はい、15分経ちました。こんなところで完成です。火を止めます。で、煮崩れしやすいので、冷めてから盛り付けた方が良いそうです。写真を撮るために一つ盛り付けましょうかね。はい、イワシの生姜煮の完成です。